はポン・デ・リングを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はポン・デ・リングを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、もちもち食感が病みつきになるポン・デ・リングを作っていきます。このポン・デ・リングの生地自体はたったの材料3つで作ることができます。さらにですね、デコレーションも3パターンご紹介していきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにポン・デ・リングの生地の材料からご紹介します。材料はこちらです。ホットケーキミックス、白玉粉、絹豆腐、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。ということでね、ポン・デ・リングの生地自体は材料たったの3つで作っていきたいと思います。お豆腐に関しましては必ず絹豆腐を使うようにしてください。この絹豆腐もですね、お豆腐の種類によって水分量が変わる場合があります。なので材料の調整が必要な場合がありますので、それぞれの材料を少し多めにね、準備していただくといいかなと思います。それでは続いてトッピングの材料をご紹介します。材料はこちらです。チョコレート3種類、チョコスプレー、カラースプレー、いちごのフレーク、こちらの材料で作っていきます。まず今回はですね、チョコレートをトッピングしていきたいと思います。普通のチョコレートと、あとはいちごチョコレート、そしてホワイトチョコレートの3種類です。あとはトッピングでカラースプレーだったりとか、あとはいちごのフレークなんかをトッピングしていきます。こちらのトッピングはね、お好みでやってみてください。そしてですね、作る前にクッキングシートを準備していきます。こちらのクッキングシートをだいたいね、10センチ ×10 センチぐらいの正方形に切っておきます。はい、こんな感じです。このように切って準備しておきます。ということで早速作っていきます。それではね、生地を作っていきます。まず最初に白玉粉をボウルに入れます。ボウルに入れたら今度はですね、こちら絹豆腐を入れていきます。でこのお豆腐はですね、水切りはしなくて大丈夫です。ただ容器から出してこのように水分が出てくると思うので、その水分だけは取り除いてください。なので入れる前にキッチンペーパーでね、お豆腐の水分を拭き取ります。はい、このように拭き取れば OK です。そしたらね、お豆腐をちぎって入れましょう。ちぎって入れたら今度はね、ゴムベラでまず混ぜていきます。お豆腐をすりつぶすように白玉粉と合わせていきましょう。最初はね、白玉粉も塊になってるんですが、だんだんね、お豆腐の水分に馴染んできます。こんな感じで押し込むように混ぜてください。今回私はゴムベラでやってるんですが、手でね、揉み込んじゃっても OK です。はい、OK です。このように白玉粉のつぶつぶがなくなるまでしっかりと混ぜてください。そうしましたら続いてこちらホットケーキミックスをふるいながら加えていきます。はい、入れました。そしたらまたゴムベラで同じように混ぜていきます。でこの時もね、最初パサついてると思うんですが、だんだんね、馴染んでくると思います。はい、OK です。このように生地がひとまとまりになるまでしっかりと混ぜてください。この時も先ほどと同じように手でこんな感じでしっかりと混ぜてください。それでも生地がパサつく場合は少しだけお豆腐を加えてください。逆にですね、生地が緩すぎる時は少しホットケーキミックスを加えてみてください。生地の目安なんですけれども、指で思いっきり触っても指に生地がつかないぐらいですね。そのぐらいの硬さになります。それでは今からこちらを形作っていきます。それではね、先ほど切っておいたクッキングシートを用意してください。ちょっとね、こうやって丸まっちゃうのでパイレックスみたいなものを置いておくと作業しやすいと思います。こちらお好みの大きさなんですが、だいたい 5g ぐらいですね。そのぐらいの生地を手に取ってください。そしてコロコロ丸めます。で表面がつるんとなるまでしっかりと丸めてください。丸めたらこれを置きます。これでまた同じようにコロコロ丸めていきます。はい、でこのように綺麗に丸まったらこの横にくっつけます。こんな感じ。こちらをね、同じように全部で8粒作っていきます。
はい、OK です。このように丸めてください。こんな感じでね、隣同士は必ずくっついてる状態で仕上げてください。こちらはですね、乾燥しないように出来上がったら上にね、このようにラップをかけておきましょう。こっちの生地もね、作ってる時に乾燥しないようにラップをかけながら作業していただくといいかなと思います。それでは残りも同じように作っていきます。はい、全部丸め終わりました。今回は全部で9つ分になります。こちらは丸める大きさとかによっても変わってくると思うので、目安にしていただけたらと思います。はい、それでは今から油で揚げていきます。まずフライパンの底からだいたい2センチぐらいの油を注ぎ入れます。そして火にかけます。今回は150度ぐらいの温度で揚げていくので、それまで油を温めます。はい、それではね、適温になったので揚げていきます。目安としては菜箸を入れてからゆっくりと細かい泡が出てくるぐらいですね。そのぐらいになれば OK です。そうしましたら、こちらクッキングシート側を下にして入れていきましょう。やけどしないように注意してください。それではですね、このままいい揚げ色になるまで揚げていきます。はい、今ねちょっとほんのり色づいてきました。だいたい3分ぐらいですね、揚げた状態です。少し色づいてきたら網などを使って裏返します。この時ね、やけどしないように注意してください。で、裏返すとクッキングシートが剥がれるので、これは剥がしましょう。ではね、残りも同じように裏返していきます。こうやって網ですくってお箸でね押さえながら裏返すとやりやすいと思います。あとはですね、両面いい揚げ色になるまで揚げていきます。はい、 OK です。このぐらいですね。いい揚げ色になったら取り出します。今ねトータルで8分ほど揚げてます。そしたらね、取り出します。美味しそうですね。はい、こんな感じで美味しそうに揚がりました。それではね、残りも同じように揚げていきます。はい、全部揚げ終わりました。このようにまん丸で美味しそうに揚がってます。このままだいたい3分くらいですね、油を切ります。それではトッピングを用意していきます。まずチョコレートをね、それぞれ細かく刻んでいきます。できるだけね、細かくね、刻んでください。はい、 OK です。このように刻んでください。で、刻んだチョコレートはボウルの中に入れましょう。はい、 OK です。それでは残りのチョコレートも同じように刻んでいきます。続いてチョコレートを溶かしていきます。別のボウルに60度前後のお湯を張ってください。そしてボウルを置いて、お湯が入らないように湯煎できれいに溶かしていきます。チョコレートを溶かすときはですね、電子レンジを使ってしまうとチョコレートがとても焦げやすくなるので、少し時間はかかるんですが、必ず湯煎で溶かすようにしてください。はい、綺麗に溶けました。このように塊がなくなるまでしっかりと溶かしてください。注意していただきたいのが、あんまりね混ぜすぎると気泡ができてしまいますので、気泡ができないようにね、優しく混ぜながら溶かしてください。それでは残りの2つも同じように溶かしていきます。それでは最後仕上げていきます。まずね、この表面にチョコレートをコーティングさせます。はい、このようにコーティングします。チョコレートスプレーを上にかけます。はい、チョコレートのトッピングはこれで OK です。続いてホワイトチョコレートです。こちらも表面にですね、同じようにコーティングします。そしてこちらにはカラースプレーをトッピングしたいと思います。ホワイトチョコレートのトッピングはこれで OK です。続いていちご味です。こちらも同じようにね、チョコレートを表面につけます。こっちにはね、いちごのフレークをのせていきます。はい、いちご味はこれで OK です。それでは残りも同じようにトッピングしていきます。はい、これでポン・デ・リングの完成です。こんな感じに仕上がりました。左からいちご、そして真ん中がチョコレート、そして右側がホワイトチョコレートです。こんな感じでね、とても美味しそうに仕上がりました。それでは早速いただきたいと思います。じゃあ代表してチョコレート味いただきたいと思います。いただきます。
もっちもち。生地がすっごくもちもちです。美味しい。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のポン・デ・リングのポイントです。まずポン・デ・リングの生地なんですが、このポン・デ・リングの生地自体はたったの材料3つで作ることができます。この材料に加えるお豆腐なんですが、必ず絹豆腐を使うようにしてください。この絹豆腐なんですけれども、お豆腐のメーカーによって水分量が変わってくる場合があります。なので一度ね、生地を混ぜていただいて、もし生地が緩い時はホットケーキミックスを加えてください。で、逆に生地が硬い時は少しずつお豆腐を加えて生地の硬さを調整していただけたらと思います。生地の硬さの目安は指で思いっきり触っても指に生地がつかないぐらいですね。そのぐらいの硬さを目安に作ってください。そしてこちらのお豆腐に関しましては水切りは必要ないので、使う直前に出ている水分だけ拭き取って使うようにしてください。生地を混ぜるときは最初白玉粉にお豆腐を加えて、白玉粉の粒がなくなるまでしっかりと混ぜてください。この時にゴムベラでやりにくい時は手でしっかりと揉み込んでいただくとやりやすいと思います。その後はですね、ホットケーキミックスを加えて、こちらもひとまとまりになるまでしっかりと混ぜてください。そして生地ができたらコロコロ丸めて8個つなげてください。隣同士が離れないように必ずくっつけて並べるようにしてください。この大きさに関しましては、今回私は1つ 5g ぐらいにしました。そして今回の分量で9個できました。こちらはですね、作る大きさによって変わってくると思うので目安にしてみてください。そして揚げる時のポイントです。揚げる時はクッキングシートごと入れて、必ずクッキングシートが下になるように揚げてください。今回私は8分ほど揚げました。こちらの揚げ時間もですね、目安にしていただいて、いい揚げ色がつくまで揚げてみてください。高温で揚げてしまうと表面がポコポコしてしまったりとか、あとは中が生なのに表面だけ揚げ色がついてしまいます。なので油の温度には注意して揚げるようにしてください。そしてトッピングなんですが、今回は3種類作りました。こちらのトッピングはお好みでやってみてください。ドーナツ生地の甘さはホットケーキミックスだけの甘さなので、こういったチョコレートとか、あとはハニーグレーズなどをね、トッピングしていただくといいかなと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はポン・デ・リングを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。